皆さんこんにちは。ドキドキアートの三郎です。今から約700年前の世界で神と呼ばれた画家ヤン・ファン・エイクをご紹介します。ヤン・ファン・エイクは1390年頃、ベルギー・オランダとの国境沿いの町マーサイクで生まれました。ヤンは若い頃から感性が鋭く、物事の本質を見抜く天才肌で、特に絵を描くことにずば抜けた能力を発揮しました。顔は肖像画が残っているのですが、鼻筋の通った梅干し太郎、Beautiful Nose Salted Brown John Smith って感じです。多分この頭に巻きつけた布が梅干しに見えるってことなんでしょうが、口も若干甘酸っぱい形をしています。ヤンには年の離れた兄がいて、兄弟揃って画家になります。その名はフーベルト。一緒に絵を描くという画家組織を兄弟で構成していたようです。現代も2人で描く、3人で描くという画家組織がいますが、かっこいいですよね。複数で描いた方が作品に込められる意味やエネルギーが一人で描くよりも深く高く感じるのは気のせいでしょうか。さて、今から700年前は顔料に卵を混ぜて描くテンペラ画が主流でしたが、透明度が低く乾くのが早いので、グラデーション表現や重ね描きは困難でした。ファン・エイクは透明度が高い絵が描きたい、グラデーションを表現したい、重ね描きをしたい、そしてさまざまな実験を繰り返し、顔料に油を混ぜて油絵の具を開発しました。すごい、これで神決定です。人類が写実性を高めた作品を簡単に作れるようになった。洞窟に壁画を描いていた時代からどれぐらいの月日が流れたのでしょうか。油絵の具の登場は人類のアートパワーを急加速させました。写実性とは写真のように見たまま見えたままに描くこと。油絵の具は乾くのが遅いため、グラデーションの表現や重ね描きが簡単にできます。陰影によって人物や物が立体的に描けるようになり、背景や建物にも奥行きが出て、人物はきちんと大地に足がついた状態で描けるようになったのです。ファン・エイク兄弟は30代中盤に差し掛かる頃、別々の道を歩み始めます。兄フーベルトは地元の教会で働きます。弟のヤンはデンマーク地区の公爵バイエルン公ヨハン3世の宮廷画家になります。バイエルン公ヨハン3世は古い言い伝えによると暴君。市民が反乱を起こすと、その市民たちやその地域の教会聖職者たちを容赦なく処刑。都市の自治権や役職も剥奪、廃止するなど、徹底的に市民を弾圧していました。市民の自由を奪い、労働を与え、戦争に送り込む。恐ろしい時代でした。そんな不穏な状態の中、ヤンを1422年から1424年までの2年間、宮廷画家としてヨハン3世の側近になります。宮廷に住み、宮廷の様子を画家として記録する。ここでのヤンの役割は画家として以外にもありました。それが外交官です。戦争や事業、さまざまな外交交渉にヤンは才能を発揮しました。この中世ヨーロッパの時代は、ローマ帝国の崩壊、ペスト流行、人口減、数々の戦争、市民暴動、農民反乱など、ヨーロッパの暗黒時代と呼ばれる時代でした。ヤンを見ていると、画家でありながら外交もこなす、新しいんだか古いんだかって感じです。ヨハン3世との関係は、ヨハン3世の暗殺によって終わりを告げます。食事に毒を盛られ、毒殺されてしまうヨハン3世ですが、その犯人は複数であり、その中にヤンもいたという説もあります。
ヨハン3世の死後、ヤンはフランスのリール、ヨハン3世以上に大きな権力を持っていたバロア家、その一員であるブルゴーニュ公フィリップ3世、その宮廷画家兼側近となり、また外交官としても手腕を発揮します。芸術家とは一体何なのか、そんな疑問をヤンは私たちに投げかけてきます。ただ絵を描き続けた芸術家、他の才能を発揮することで得た富のすべてを創作にかけたもの。さてさて、ここでブルゴーニュ公フィリップ3世のお話。彼は善良公、パーティーピーポー、お人よしのフィリップと呼ばれ、怒らせると怖いが謝ればすぐに許してくれる人。美味しい料理やお酒を愛し、芸術を愛し、一夫多妻で妻30人。いつの時代もいるんですね、こういうお方。そしてこの時代のフランスは100年戦争真っ只中。フランスの広大な領土をめぐり、フランス人王朝同士の争いは100年続きました。パーティーピーポーのフィリップの外交歴を調べてみると、イングランドと同盟を結び休戦し、ジャンヌ・ダルクをイングランドに売り渡したとあります。感情移入が微妙な人物であると言えます。その頃兄フーベルトはベルギーのシントバーフ大聖堂の祭壇画制作に取り掛かっていました。しかしフーベルトは制作途中で病に倒れ亡くなってしまいます。そしてその祭壇画制作をヤンが引き継ぎました。完成した時ヤンは42歳になっていました。ファンエイク兄弟の合作、ゲントの祭壇画です。全体のデザインとパネルの構成がフーベルト。絵画作品としての完成に多大な貢献をしたのがヤンだと言われています。ゲントの祭壇画は12枚のパネルで構成されています。中央のパネルは固定されており、裏側には絵が描かれていません。左右の翼パネル8枚は長板によって扉状に構成されて動き、これらのパネルには両面とも絵が描かれています。祭壇画はミサが行われる日曜祝祭日に開かれました。内装パネルの構成は上下2段に分かれ、合計で100人以上の人物像が描かれています。中央のパネルにイエス・キリスト。キリストの背景の織物の表現はブロカー・アプリケと呼ばれる技法が用いられています。ブロカー・アプリケとは織物の質感を表すために表面に凸凹を作り彩色した工芸技法です。ここではまず板を彫り、そこに鈴と金箔を貼り付けています。つまり書かれたものではなく箔が貼ってあるという状態なのです。向かって左隣のパネルに聖母マリア。聖母マリアの冠には純潔を表す白百合と愛の象徴の赤いバラが。右隣のパネルに洗礼者ヨハネが描かれています。ヨハネの格好には当時の社会の豊かさの部分も現れています。それは貴金属や衣服の下に着ている毛皮です。イタリアで洗礼者ヨハネが描かれる際には野蛮な人物のように描かれるのがほとんどだといいます。それがゲントの祭壇画では貴金属を身につけ毛皮もまとっています。このようなところに当時の市民社会の豊かさが表されているのです。特にヨハネの顔をアップで見ますと小さい歯と舌が見えています。その表情はまるで話している最中のようにも見え、ヤン・ファン・エイクの技量の高さがうかがえます。聖母マリアの左隣のパネルには歌う天使たち。
洗礼者ヨハネの右隣のパネルには楽器を奏でる天使たちが描かれており、注目すべきは天使たちのこの表情。楽譜見てないですし、人間らしく表現されています。上段両端のパネルには股間をイチジクの葉で隠した裸のアダムとイブが描かれています。それぞれのパネルは個々に独立している上段に対して、下段は全体で一つの情景が描かれています。聖人たちが描かれた右下部のパネル、背後の森の葉の一枚一枚まで描かれています。下段中央のパネル、キリストの象徴である子羊が血を流しています。修復後、最も話題を呼んだのは子羊の顔でした。顔の脇についていた目が正面に移動し、耳の位置も下がって目より低いところに描かれていたことが分かったのです。羊の顔ではなく人間の顔のよう、不気味だという声が相次ぎました。外装下段に書かれたヨドクス・フィエト。ヨドクス・フィエトは裕福な商人で、ベルギーに影響力を持つ名家の出身でした。子供に恵まれなかったこの夫妻は、教会に多額の寄付をし、前代未聞ともいえる大規模な祭壇画の制作を依頼しました。ゲントの祭壇画を制作させた理由は、遺産を形あるものとして残したかったと言われています。北方ヨーロッパ絵画の最高傑作の一つと言われるゲントの祭壇画は、世界で最も盗まれた芸術作品。この作品に関する事件は今日までに20回以上も起きています。両翼を開いた時、左下になる正しき裁き人のパネルは盗難に遭い、現在も行方不明で複製画になっているほか、第二次世界大戦でヒトラーに略奪されて爆破されそうになったりもしています。保存修復家により何十もの修復が行われ、現在はベルギーのシントバーフ大聖堂に所蔵されています。はい、今回はここまでですが、ヤン・ファン・エイクのお話はまだまだ続きます。ヤン・ファン・エイク2でお会いしましょう。